こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらのビスチェの編み方をご紹介したいと思います。パチパチキーティのオリジナル糸のパチパチとスキーウォッシャブルコットン UV というコットンの糸を引き揃えて結構緩めにサクサクサクっと編んだ作品になります。すっごくもうほんとシンプルにこの深めの U ネックもなんかもうほんとすごく編み地もすごいパッと見はなんていうんですかね、もうほんとフラットな編み地なんですけど、ちょっと形にこだわって、後ろはかなり空きを深くして、ここ細くしたりとかして、おしゃれな形で仕上げてみました。で、実はよく見ると、この編み柄、ここの編み柄、ここの編み柄と、3種類の編み柄を使って仕上げております。で、ここの部分が中長編みと細編み。ここが長編みと細編み。で、ここ細編み。みたいな感じで、よく見るとちゃんと模様があります。結構もうほんとサクサク編めて、私もほんと1日でこれ、ちょっとね、子供見ながら、天気悪い日だったんですけど、子供見ながらちゃちゃっと編んで、形整えて、子供見ながら編んで、みたいな感じで1日で仕上げて、本当に手の早い人とかだとほんと数時間で編めちゃうんじゃないかってぐらい簡単に編めます。ほんとおすすめ。簡単に編めてめちゃめちゃ可愛いっていう。今こうやってね、私パフスリーブのニットに合わせてるんですけど、本当ただロンティーに合わせてもいいし、ワンピースとかに重ねてもいいし、なんかシャツの上とかに着ても可愛いなと思っていて、夏場になるとね、もっと中身が半袖になったりノースリーブになったりするんですけど、ちょっとしたアクセントに、シンプルな服にこういうのポイッと1個着とけばおしゃれに見えるんで、便利なアイテムなんじゃないかなと思っております。で、カラーバリなんですけど、今着てるのはこのネイビーとオレンジのパチパチで、ちょっとね、動画の中でも説明してるんで、サクッと。これがグリーン。で、これがベージュとブラックのラメですね。で、これがグレーとゴールド。で、こちらがライトグレーですね。と、ネイビーのラメ。っていうような5色展開でおすすめしてます。結構ね、私的にはこのネイビーめっちゃ気に入って編んだんですけど、このグリーンすごい好きで、これでなんかこう半袖のなんかこうプルオーバーとかパン丈の作ってもめっちゃ可愛いなって思ったりして。で、このチャコールグレーもほら、なんかね、すごい万能に合わせやすそうだなと思ってます。普通に白 T とかでね、これペッて着るとめっちゃ可愛いんじゃないかと思ってる。まあ黒でもいいですしね。白 T 可愛いな。白とかベージュ系にこれとか着てたらめっちゃ可愛いと思う。あと何合わせてないか。全部合わせたか。こんな感じの5色展開になっております。本当お好きな色を選んでいただけたらと思います。それではですね、編み始める前に概要欄に、今回の糸何使った、道具何使った、あとオンラインストアですね、オンラインストアのリンク、インスタグラムのリンクなどなど記載するので、もしよかったら見てみてください。あと、編み図も発売しますので、編み図もオンラインストアで発売します。なので、この糸じゃなくても、これ結構どんな糸でも、だいたい針のサイズさえあれば、結構可愛くできる気がしてるんで、いろんな糸で試して編んでいただいてもいいかなと思っております。で、今回の動画が、これすごい大事なことなんですけど、今回の動画が、これ先に全部編んじゃったんですよ。なので、ちょっと動画撮れてなくて、本当にそこの、一番大事なとこ、中長編みの編み方のとこはちょっと複雑というか混乱しそうだったので、そこの編み方の説明をして、あとは編み図の説明をしてます。なので、編み方とか、最後の仕上げ方の動画がありません。なので、本とか見ながらちょっと編んでいただけるといいかなと思っております。なんか、最後までやってくれなきゃわかんないよっていう風に、言われる方もいるかと思うんですが、ちょっとそこはご了承いただけたらと思います。はい。それでは、編んでいくぞー。本日はこちらを使って編んでいきます。スキーヤーンさんのスキーウォッシャブル UV。お色5217番のこのネイビーのお色と、キーティのパチパチ。こちらのオレンジ。この2種類の糸を引き揃えて編んでいきます。使用するかぎ針は8号針になります。今回先に結構空針を編んでいて、そこ紹介しようかなと思います。今ご紹介したのが、こちらのネイビーとオレンジ。ネイビーのダークな雰囲気に、このオレンジのちょっとピンク
ピンクですかね。ピンクとオレンジ混ざったラメなんですけど、このピンクとオレンジが引き立ってすごいつぶつぶして可愛いです。で、こちらベージュですね。ベージュとブラックのラメになります。こちらベージュが5202番とパチパチがブラック、この2本を引き揃えて、ベーシックの中にもちょっとピリッとした雰囲気を兼ね備えた感じのお色になってます。で、このチャコールグレーとゴールド、なんか結構今回このゴールドだったりグリーンだったりとかそうなんですけど、ちょっと暗めの色に明るめの色を引き揃えるのが私的にツボで可愛いなと思ったりしています。チャコールグレーとゴールですね。チャコールグレーが5218番。この2つを引き揃えてます。ちょっとね、芯糸がこんな感じでアクセントになっていて、すごいちょっと、なんていうんですかね。可愛いですね。引き揃え感があって。で、今を紹介した、ちょっとダークな黄緑と、シルバーですね。ここ引き揃えました。私この色めちゃめちゃ気に入っていて、こんな感じなんですけど、カーディガンとか編んだら可愛いな、プローバーとか可愛いななんて思ったりしています。で、グリーンのお色が5214番。ラーメがシルバーです。で、最後がこのライトグレーネイビーですね。ライトグレーのコットンのお色とネイビーのラメ糸。こんな感じで、こっちネイビーが芯糸が白なので、これは結構こう芯糸もしっかり馴染んで、このネイビーのパチパチが、目立ってくるのが特徴的な編み地ですね。すごく爽やかで、なんか万人に似合いそうなお色かなと思ってます。ただこうラメ、ネイビーの中にね、ピンクのラメとか入ってるので、ちゃんと一癖出してくれて、すごくいいんじゃないでしょうか。というようなカラバリになっております。でですね、インスタを見ていただいた方はわかると思うんですけど、今回もうささっと勢いで編んでしまいました。これ1日で編んだんですけど、なので今回動画では編み図を紹介しつつ、中長編みとか使っているので、その辺の編んでいくポイントを紹介をします。で、基本的にすごくシンプルな編み方なので、そんな難しくはないかなと思っています。で、手順としては前身ごろを編む、後ろ身ごろを編む。で、パーツができたら肩と脇を剥ぎます。で、もうそれでもう身ごろが組み立てられた状態になります。で、最後にこの襟ぐりぐるっと前後ろですね、この縁を拾って、でアームホールも全部拾って、全部ここ細編みです。細編みで編んで、で、縁だけ。身ごろはパチパチとコットン、ウォッシャブルコットン2本取りなんですけど、この縁編みだけは6号針で、コットン1本取りで編んでます。というすごくシンプルな作りになってます。裾はね、もう作り目を拾っただけのすっきりした裾になってます。なので、簡単に説明をして、編み図を説明して、もうあとは編み図を見ながら編んでってねっていう形の説明になるかと思います。で、編みたい方はキットまたは編み図をご購入していただけたら嬉しいです。それではですね、途中までこのグリーンとシルバーのお色で説明していきたいと思います。まずは作り目を55目編んでいきます。1、2、3、4、5と。結構針も太いのでザクザクと今回は編めて、かなり早く編めると思います。作り目55目編めました。それでは後ろ身ごろから編んでいきます。まず1段目は今編んだ作り目の鎖1本と裏山を拾って長編みを55目編んでいきます。それでは1段目編みます。立ち上がり鎖3目。この鎖3目は長編み1目とカウントします。なので、作り目の55目目。ここは台の目。この立ち上がり鎖3目の台の目となります。で、作り目の54目、53目目と長編みを
編んでいきます。鎖1本と裏山を拾って長編みですね。1段目編み終わりました。こんな感じです。それではですね、今回の編み図がこんな風に中長編みを、使っていきます。この2、4、6段目ですね。で、中長編みが一番編み始めと編み終わりの部分がちょっと分かりにくくなりがちなので、目数リング、こういったものをつけながら、編んでいくといいと思います。それでは次2段目編んでいきます。立ち上がり鎖2目。で、この2目は、1目にも2目にもカウントをしません。ただの立ち上がりとします。鎖2目で立ち上がって、1目飛ばして、こちらの長編みに中長編みを2目編み入れます。で、1目飛ばして中長編み2目編み入れる。で、編んでいって、最後は中長編み1目です。で、今1段目で55目編んだと思うのですが、この間は13目開けています。それではですね、21目のところに印をつけます。21目のところ、21目のところに印をつけると真ん中13目開きます。1、2、3、4。こんな感じで印をつけていきます。で、こちら側から、編んでいきたいと思います。それでは2段目編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み2目でくるっと返して中長編みを編みます。針に糸をかけて1目飛ばしてその次の目に中長編みを1目で、この時にこの中長編みの1目目にリングをつけておきます。こうすることで次の段で細編みを編んでくるのですが、細編みどこまで編むんだっけってなるのを防ぎます。ここの目まで編みます。で、同じ目に中長編みを2目編む。で、1目飛ばしてその隣の目にも中長編み。で、また隣の目にも中長編み。これを繰り返していきます。このような形で編んできました。西ロンガート。全部で中長編み20目編んでます。で、最後に中長編みを1目ですね。このピンクのリングをつけている場所に中長編みを1目編む。これで2段目が編めました。それではさっき説明した通り、すべての目に3段、細編みを編んでいきます。それでは次は3段目。立ち上がり1目で表に返して細編みを編んでいきます。ここまで編んだのですが、結構今回ゆるゆるっと編んでます。なのであんま力を入れずに、まんまなんかそういう力入れたり抜いたりっていう調整するの良くないんですけど、あんまりギチギチに編まない方が可愛いです。なので手がきつい方はもしかしたら9号とかで編んだりしてもいいかもしれないです。で、このリングをつけた目が最後の細編み1目です。で、心配な方は目数を数えてください。この時点で21目です。常に21目になるように編んでいきます。で、この2段目3段目をあと2回
繰り返して、7段目までですね、編みます。4段目は2段目と同じ。鎖編み、2目を編んで、1目飛ばして中長編み。で、この時に、編んだ目にリングをつけて印をつける。はい。ほんと今回のポイントは、このとにかく中長編みの編み始めにリングをつけておくということですかね。あとは本当長編みと細編みで、ただただもう編んでいく。ところどころ減らし目が長編み2目一度とかがあるんですけど、基本的には長編みと細編みでできてるので、結構簡単に編める編み図かと思います。はい、それでは編み図通りに編んでいきます。それでは編み図の説明をします。今、ここまで、2段目、3段目、4段目と編んできました。で、これ後ろ身ごろの編み図ですね。で、ここまで編んできて、で、8段目は全部長編みです。で、2目一度で編み終わる。そしたら、ここの9段目からは肩のストラップに入っていくので細くなります。で、ここも減らし目をしながら編んでいって、で、19段目以降は細編みでまっすぐ。で、23段目、24、25、26、27、28段目で減らし目があります。で、最後は1、2、3、4、5、6、7目。細編み斜めになるようにところ間で減らし目をしていきます。この空間空いてるんですけど、ここ続けて編んでいってください。そして糸をカット。そうしたら今度ここに糸をつけて、また先ほど編んだのと同じように編んでいきます。で、この8段目編み終わったらですね、ここ結構距離があるので一旦糸をカットしちゃってください。で、この9段目のここ糸をつけて、ここですね、ここの目に糸をつけて細編みを編み始めていって、減らし目をしながら肩のストラップを編みます。これで後ろ身ごろが編めます。こちらが前身ごろですね。前身ごろは後ろ身ごろほどここの繰りが深くなくてですね、この、6段目7段目まで直線に編んでいきます。で、8段目からこの襟ぐりが前下がりがここまで8段目までという形になっています。で、こちらの編み図もまずはこの左側ですね、図案でいうこの左側を先に編んでいって糸をカットして、今度右側糸をつけて編み始めて、でまたここで一旦カットしてこの9段目糸をつけてストラップを編んでいきます。そしてここですね、ここの部分だけちょっと3目一度になります。長編み長編み長々編みの3目一度です。で、こちら右側は鎖編み3目で立ち上がって長編みの2目一度を編んでいくという風な形です。結構ねシンプルな編み地になっています。で、この前身ごろと、後ろ身ごろをですね編んで、肩の部分脇の部分を中表に2枚合わせて、私は今回、糸へスキーウォッシャブルコットンで、くる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 っと巻きながら剥ぎました。で、肩と脇がはげたらこんな感じで目を拾って細編みもこことここはつながってます。で、脇もつながってる状態ですね。で、前のアームホール後ろのアームホールともに細編みで45目拾う。で、襟ぐりは50目、半分で50目なのでぐるっと前の繰りで50目で、後ろの繰りで48目20目48目コットンで、ウォッシュコットン1本取りで拾って編んでいって、かぎ針は縁編みだけ6号です。というような形で編んだのがこちらのビスチェ。なんとも間のない動画になってしまいましたが、もう本当にバーってちょっと休みの日に編んじゃったので、今回はこんな感じの説明で、ご了承していただけたらと思います。で、
結構でもね簡単なんで、皆さん手が早い方もほんと1日もかからずに編めちゃうんじゃないかと思います。こんな感じです。身ごろ編んで肩脇を剥いて、ここがはぎですね。ここくる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 ってかがっています。で縁を拾って完成という形になっております。それでは最後に点をつけていきます。で今回お洋服なので内側につけたいと思います。でここの細いとこの裏につけてもいいんですが、くるんってなった時にもし見えたら、見えたら嫌だってわけではないんですけど、見えない方が綺麗かと思うので、こんな感じ2つ折りにして左脇につけていきます。フレームができました。重さです。91g です。スキーをしゃぶる UV という糸を3玉でパチパチのオレンジ2玉使用しました。サイズです。身幅が43センチ、着丈が29センチで仕上がっています。はい、いかがだったでしょうか。パチパチラメとコットンの糸で編む簡単ビスチェ、ぜひぜひ編んでみてください。ほんと簡単なのでささっとたくさん編んでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。